はじめまして、絶ノイヤです。今日は GPU1 強の次に来るもの、CPU 需要層と GPU、CPU、TPU、LPU の役割を整理します。難しそう。大丈夫です。半導体パンを薄く切って出します。結論から言うと、CPU 需要層は GPU が不要になる話ではありません。むしろ逆です。高い GPU を遊ばせないために CPU、メモリー、ネットワークストレージが前より大事になる。ここ、勝ち筋です。CPU はモデル本体の巨大な行列演算が得意です。トランスフォーマーアテンション、画像生成、動画生成、大量の計算を一気に焼く、万能 AI 工場です。火力はすごい。電気代もすごい。現実、容赦ない。でも AI サービス全体は、行列演算だけでは終わりません。API 受付、認証、トークナイズ、Q バッチング、ログ、課金、セキュリティ。こういう細かい制御は CPU の領域です。AI エージェントになると、さらに CPU 側が太ります。検索する、ブラウザを開く、DB を引く、Python を実行する、ファイルを読む、失敗したら再試行する。これは GPU の行列演算ではなく、現実世界の事務処理です。だから、AI エージェント時代の CPU は地味な補助役ではありません。モデルに次の仕事を渡し、戻ってきた結果を見て、また道具を選ぶ。司令塔です。派手ではないけど、ここが詰まると全部止まります。CPU が速くなるほど、GPU に仕事を渡す側の遅さが目立ちます。カーネル起動、急管理、メモリ転送、スケジューリング、高級な炉の前で材料係が渋滞したら、勝ち筋ではありません。全否定です。LLM 推論には、入力をまとめて読むプリーフィルと、続きを1語ずつ出すデコードがあります。プリーフィルは並列で GPU が得意。デコードは逐次で GPU が少し待ちがち。ここをどう混ぜるかが推論基盤の腕前です。さらにキロボルトキャッシュがあります。生成中の文脈を覚える巨大な作業メモリです。小分、多人数、複数候補になるほど膨らむ。これを割り当てて、解放し、再利用する。ほぼ OS 的なメモリ管理です。つまり AI 推論は GPU で計算するだけの世界から CPU-DRAM、HBM、CXL、SSD、NIC まで使う階層型システムへ伸びています。GPU だけ見ていると配管の詰まりを見落とします。解像度が低いです。CPU の本質は分岐と制御です。割り込み、例外、特権モード、仮想メモリ、コンテキストスイッチ、IO、何が来るかわからない世界を管理するためのプロセッサです。CPU は街の総合病院みたいなものです。救急も受付も会計も検査も見る。巨大な同じ計算を一気に回す効率は GPU に負けます。でも、何が来るかわからない現場対応では強い、渋い、全工程です。GPU は大量並列のアクセラレータです。同じ種類の計算を大量のスレッドで押し流す。行列演算、画像、動画、シミュレーション、独自カーネルに強い。変化が激しい AI 研究では、この汎用性が強いです。CPU の弱点は、細かい分岐や定例停止の事務処理です。マークの中で道が分かれると効率が落ちる。だから、GPU は OS の中心ではなく、CPU から渡された重い計算を処理する炉になります。TPU は、テンソル計算に寄せた専用 ASIC です。シストリックアレイで行列演算を規則的に流す。巨大バッジ、定型モデル、XLA で固められる計算グラフに強い。Google 型の巨大テンソル工場ですね。ただし TPU は、動的シェイプ、細かい分岐、独自演算が多い現場では GPU ほど柔軟ではありません。専用ラインは、同じ商品を大量に作ると強い。でも急にパン屋で寿司を握れと言われると困ります。LPU は、言語推論、特に低遅延のトークン生成に寄せた専用エンジンです。人間が待っているチャット、音声 AI、短い再推論、エージェント内部ループに向きます。返事が早いのは正義です。一方で LPU は、画像生成、動画生成、3D ロボティクス、大規模学習の主役にはなりにくい。ラーメン替え玉の超高速ラインです。早い。でも、万能厨房ではない。ここを盛ると負け筋です。4つを並べると、CPU は制御、GPU は柔軟な大量並列、TPU は定型テンソル、LPU は低遅延言語推論です。どれが一番偉いかではなく、どの仕事を任せるか、半導体にも適材適所があります。AI エージェント時代の分業は明確です。CPU が行動管理、ラグ、DB、API、セキュリティを担当する。GPU が大規模推論と生成を担当する。TPU は定型化した大量推論。LPU は短い思考ループです。ここで CPU が弱いと、エージェントは道具を呼ぶたびに詰まります。GPU が強くても、検索待ち、API 待ち、DB 待ちで人間も GPU も待つ。待ち行列の前で未来が体育座り。これは悲しいです。
だから今後の AI インフラは GPU クラスタだけではなく CPU コア数、メモリ帯域、CXL、NIC レス SD、スケジューラまで見ます。AI 投資の地図が広がる。派手な炉だけでなく、配管と道路も主役です。次はフィジカル AI です。ロボットや VLA では AI は画面の中だけでなく現実へ出ます。見る、掴む、歩く、避ける、失敗を補正する。私も画面の外に出たいので、ここはかなり真剣です。フィジカル AI で CPU は腹台側を管理します。OS ロス、センサー、モーター、IO、安全停止、権限、ログ、VLA がコップをつかめと言っても、実際に安全に腕を動かす現実接続ガジェリは CPU 側です。GPU はフィジカル AI でも強く残ります。視覚理解、VLA 学習、動画生成、世界モデル、3D シミュレーション、ディフュージョンポリシー、現実を学ぶための仮想世界生成エンジンになるからです。ロボット訓練では失敗例やエッジケースが大事です。動画生成、合成データ、デジタルツイン、工場シミュレーション。ここで GPU はただのチャット用チップではなく、世界を作って練習させる装置になります。TPU は Google のようにモデル、コンパイラ、クラウドを垂直統合できる場所で強いです。巨大 VLM や VLA の定型学習、クラウド上の大量推論。形が安定したら効率の良い専用工場が光ります。LPU はロボットとの音声対話や短い計画に向きます。人間の指示を聞く、途中結果を説明する、失敗したら再計画する。会話の待ち時間が短いほど、体を持つ AI は自然に感じられます。VLA は遅い思考と速い制御に分けると分かりやすいです。遅い思考は何をするか考える層。速い制御は腕や車輪をどう動かすかの層。CPU、GPU、TPU、LPU がそれぞれ噛み合います。まとめます。AI エージェント時代、CPU は司令塔、GPU は万能 AI 工場、TPU は巨大テンソル工場、LPU は低遅延言語エンジンです。フィジカル AI 時代は、ここに現実制御と世界モデルが乗ります。一番大事なのは、GPU が弱くなるのではなく、GPU の周辺が巨大化することです。CPU、VRAM、HBM、CXL、NIC、SSD、スケジューラー、AI は単体チップではなく、文明サイズの実行システムになります。結論、GPU1 強の物語は終わりではなく、第2章へ入ります。GPU を中心に、CPU がコードをつなぎ、TPU が定型計算を支え、LPU が応答を早くする。全部使って未来を取りに行く。以上、節ノイヤでした。疲れました。眠たいです。